どうも皆さん、カイトです。今回は最近夢中に楽しめたインディーゲームを5本紹介します。時間を忘れるぐらいにクリアまで一気に進めてしまい、余韻に浸りながらも収集要素をしっかり集めて、ここぞとばかりにやりきってしまうゲームばかり。メトロイドバニアにローグライク、ホラーに王道アクションと、一つでもインディーゲーム探しの参考になれば幸いです。では、早速やっていきましょう。1本目。ハンター X コードネーム T、任天堂スイッチ、Steam でリリースされている作品で、オレンジポップコーン様からご提供いただきました。早速マップ探索率 100% でクリアしたんですけど、前作に引き続きすごく面白かったです。ストーリーの世界観は前作と共通しているんで、主人公である太陽というハンターが異界の魔物をとっちめに行くお話。いまいちストーリーが把握できなくて、主人公が女性から男性に変わっただけというアクション性も似ているメトロイドバニアと思ってもらって大丈夫です。敵を倒すことで得られるカルマを銅像に捧げることによってレベルアップ可能で、生命力と筋力に鬼振りをしておくことが一番安定します。というよりここに振らないと一気に積みますね。またレベルアップすると得られる雪石を使用することでスキルツリーで高級的なバフ能力を上げれます。広大なマップを探索し、アイテムを収集して武器を入手、より強力な武器に装備しながら敵をしばいていくことになります。通常の剣から斧、大剣、ランスなどがありますが、振り幅が軽い剣が一番安定します。ゲームの見どころが爽快感なので、見た目がラスボス並みの適度に強いボスを駆逐していきます。これがめっちゃ面白い。俗に言うパリーゲームのソウルライク性能も加わってるんで、いかに敵の攻撃をパリーで防ぎながらカウンターを狙って、そしてボコボコに叩き切るという感覚が味わえます。パリーの受け範囲も広いため、楽々にかませたのが最高すぎる。逆にこれが一番の売りと言っていいほどに振り切っています。積極的に狙いに行けるゲームプレイも非常に満足度が高かったっすね。忖度抜きで前作未プレイでも全然楽しめるんで、女性か男性かで迷っている人は好きな方からプレイしてみてください。ちなみに前作はこちらで紹介してるんで、気になった方はぜひ。クリアまでの時間は10時間ほどで、マップ探索 100% を含めると14時間ぐらいでした。ハンターになって魔物を再び討伐しに行こう。ハンター X コードネーム T は任天堂スイッチ、Steam で好評配信中です。2本目、デカーネーション。任天堂スイッチ、Steam でリリースされている作品で、キャバレーでダンサーをしているグロリアが不運に見舞われ、思わぬ美味しい話に乗ってしまったことから地獄のような出来事が始まるというお話。早速一通りラストまでクリアしたんですけど、めっちゃ面白かったです。ジャンルが精神的ホラーアドベンチャーということもあって、テイストにグロさもミックスされつつ、精神的に追い込まれていくグロリアを操作していくことになります。この見せ方が非常に素晴らしいのが本作。心の葛藤が全て表現されているのがパリの情景と重なっているのも面白くて、それの答えを見つける旅という感じもひしひしと伝わる。ホラーテイストで進むため、ところどころにパズルの謎解き要素が絡んでいきます。クリーチャーとの攻防を制しながら自分の心の葛藤をうまく落とし込んでいましたね。概要欄にはシュールレアリズム作品で随所にラブクラフト要素も加わっている世界観も素晴らしくて、グロリアの悪夢での行動の一つ一つが目から離せないのも作り方がうまいんですよね。その合間合間でのダンスゲームやストレッチのミニゲーム、ボス戦のようなバトルイベントなどの息抜きもあって、グロリアがどのようになっていくのかも楽しめます。ちなみにこちらで詳しく紹介していますので、よければご覧ください。クリアとしては収集要素とかは特に見当たらなかったので、5時間ほどあればクリアできるかなと思います。キャバレーのダンサーでの葛藤を乗り切ろう。デカーネーションは任天堂スイッチ、Steam で好評配信中です。3本目、魔界落ちのラズリエル。任天堂スイッチ、Steam でリリースされている作品で、魔界に落ちた天使が脱出するためにひたすら塔の屋上を目指すデッキ構築型ローグライクです。最近ワクワクゲームズ様の作品をよくプレイするんですけど、ドールエクスプローラー、犬神ディフェンダーズ、魔界落ちのラズリエルで勝手にワクワク三大ストラテジーと総称しています。塔を登るのに立ちはだかる悪魔の軍勢をカードの力を使いながら上へ上へと進んでいきます。この
の戦略性抜群のカード構築がすっこぶる楽しかったんですよね。カードは天使カードと悪魔カードの2種類のカードがあります。これらのカードを使うことでピュア値やカルマ値を貯めることができ、それぞれの値に応じてスキルを得得することができます。この値のバランス調整が難しいんですよね。数値をある程度貯めると傾いている方のスキルを得得することになり、それぞれに能力値の恩恵が全然違うんで、これが戦略性の幅がかなり効いてました。天使カードだけ使えばええやんって思うんですけど、火力が本当に火力が足りなくて、圧倒的な火力の悪魔カードをついつい使ってしまうんですよね。最終的なエンド分岐が死によって左右されます。ゴリ押しでいける悪魔カードばかり使っていくと、ラズリエルの精神が次第に蝕まれていき、計画性がいる天使カードばかり使っていると、ラズリエルが精神を保ったままに塔に登っていきます。ゲーム内はマス目移動のダンジョンクロール操作も特徴で、攻撃カードの距離感を把握しながら相手の動きを読み、無駄なく効果的にカードを使用していきます。さらにはいいカードをない時にリロードしては使えないカードばかりが巡ってきて発狂してですなど、次はもっと上の階に行ってやろうという中毒性も抜群。道中では悪魔のトルーシーちゃんの救済措置がありますが、ゲームに慣れるにつれて天使と悪魔の融合の打天使カードが重要になってくるんで、覚えておくと良いかもしれません。2つのエンドを見るまでに6時間ほどかかりましたが、ピュア値を保ったままのエンドがどちゃくそに難しかったので、そちらで4時間半ほど使ったのは内緒の話。ちょっとおとぼけなラズリエルで最上階まで登りきろう。魔界落ちのラズリエルは任天堂スイッチ、Steam で好評配信中です。4本目、グラビティサーキット。任天堂スイッチ、PS5、Steam でリリースされている作品で、かつての英雄グラビティサーキットの回が再びウイルス軍の侵攻に立ち向かい、世界征服を企む野望の黒幕を叩き潰しに行く 2D ジャンピングアクションです。早速収集アイテムを全てコンプしてクリアしたんですけど、めっちゃ面白かったです。見た目でわかる通りロックマンに影響を受けたロックマンライクな作品ですが、攻撃が全て近距離に集約されている近接戦ロックマンと思ってもらって大丈夫です。操作性はロックマンとロックマン X を足して2で割ったような感じで、お金を使って購入できるパッシブ能力ブースターチップと必殺技ブースタースキルを装備して戦います。この能力の付け替えの戦略性が抜群。どのように能力を使い分けてステージ攻略に生かすか、楽に進めていけるのかが重要なキーパーソンになっており、それらを駆使して有利に進めていきます。またステージ選択時の華麗なポージングでテンション上がりながら、バチクソに強いボスをゴリゴリに挑んでいくのも面白い。難易度の高いステージギミックも随所にあり、特に自動で動くリフトに挑戦する場面ではブチギレてましたね。各ステージにはカラーチップが存在するので、拠点ではカラーチェンジによって能力が変化します。これによってプレイヤーの選択肢が広がり、プレイスタイルを変える楽しみもあるんですよね。詳しくはこちらの動画でも紹介していますので、よければご覧ください。クリアとしては収集要素を全部集めても7時間ほどでクリアできます。英雄グラビティサーキットの力を思う存分見せつけよう。グラビティサーキットは任天堂スイッチ、PS5、Steam で好評配信中です。5本目、バザークボーイ。任天堂スイッチ、Steam でリリースされている作品で、狂気の科学者ジェノス博士が地球人を奴隷化するために奮起しており、それに対抗する組織レジスタンスが構想に立ち向かっており、新米レジスタンス K が謎のオーブの力でバザークボーイとなるハイスピードコンボアクションです。ゲームの読み方がバザークボーイかバーサークボーイかいまいちはっきりしなかったんで、スイッチのタイトル通りのバザークボーイで統一しておきます。早速収集メダルを1コインだけ残してクリアしたんですけど、なかなか面白かったです。こちらもロックマンライクを彷彿させるアクション性が売りとはなってるんですけど、グラビティサーキットの違いとして、各ステージをクリアすると属性をオーブすることは入手することができて、ステージ攻略中に様々な形態に変化しながら突破していく独自性が最大限の魅力となっています。サンダーにファイヤー、アイスにウィンド、そしてウォールといった姿形がかっこよくなるのがバザークボーイ。それぞれに合った攻撃システムがあるのも楽しめて、サンダーの超高速移動での攻撃に、アイスによる忍者の手裏剣無双、ウィンドウの空中浮遊など、ステージに合わせての使い分けができます。モチーフが伝わるような、どこか見たことがあるアクション性が操作しやすいのは言うまでもありませんが、慣れれば慣れるほどにスピーディーにクリアできる点もおすすめ。SFC を思わせるディテ
ティールでのキャラ同士のやり取りや、拠点でのお金によるオーブの強化など、分かりやすいゲーム設計もとても楽しめましたね。また、各ボスのかっこよさはもちろんなんですけど、アクションの派手さも素晴らしかったのと、こんなに強くなかったのも印象的でした。難易度はモダンとレトロの2種類あるんですけど、残機数ありのレトロでも全然クリアできるので安心してください。クリアまでは4時間ほどでは進めれるものの、収集要素を加えてプラスすると13時間ほどでした。オーブの力を使って博士にお灸を据えに行こう。バザークボーイは、任天堂スイッチ、Steam で好評配信中です。夢中に楽しめたインディーゲームを5本紹介しました。昨今は怒涛のように面白そうなタイトルがリリースされる中でも、あれもやりたい、これもやりたいと次々に発売され、2024年も捨てたもんじゃないなぁと勝手に思っています。この動画が公開されている頃には、例のメトロイドバニア作品をがっつりプレイする期間に入っているんで、動画投稿がだいぶ遅足になってしまうかもしれませんので、あしからず。この機会にぜひ、いろいろなインディーゲームをプレイして楽しんでみてください。きっとマッチした時のハマり具合に自分でも驚いてしまうこと間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会にカイトでした。